心薬チャンネルをご覧の皆さん、久保です。今日はですね、実際うちのお店でもあったことで、最近ですね、本当だなと思うことなんですけどね、人生には辛さとか厳しさが必要だっていう話をしたいんですけどね。それはですね、僕美容師なんでですね、美容師をやっていると、これぐらいできたらっていうテストをして合格したらお客さんできるみたいな感じなんですね。当然ですけど、そしたら例えば髪の毛を染める時に染めるとこを塗るのが全体を何分できれいに塗れるかみたいなね、テストがあるんですよ。だからその時になんとその4人の新入社員の人がいて、うちでその4人の人がいたけど、3人は時間通り15分でできて合格で、1人だけはですね、なんと15分と5秒だけタイムに入らなくて、でそれが周り見てる人がうわー4人のうち3人受かってるから5秒だからもう合格にしてやったらいいんじゃないかって思ったんですって。だけど担当の人はいやオーバーだから失格って言って失格になってるんですよ。ちなみに失格になるのと合格になるのはですね、給料も変わってくるんです。だから結構シビアなんですね。そしたらその時に、そう思ったらしいんですよ。周りはちょっと合格してやったらいいのにな、一人だったら落ち込んで悔しいだろうなって思ったんですって。でも担当者はもう普通にいやもう5秒オーバーなんでダメだよってなったって言うんですよ。でやっぱ案の定終わったら泣いてたらしいんですよ、その彼がね。でやっぱ周りの人は案の定泣いてるな、かわいそうにな、合格してやったらよかったのになって思ってたんだって。そして次の日の朝お店に行ってみると、落ちた彼がね朝早く来て練習してたって言うんですよ。でね、それを見てテスト落とした人がやっぱちょっと見てあげてたらしいんですよ。それ見てね、周りの OK してあげてよかったんじゃないって思ってた人たちもやっぱこういうことって大事だなと思ったって言うんですよ。で案の定猛練習してですね、次のテストはなんと12分で、もうみんな15分ギリギリなのに12分で綺麗に施術ができるようになってて合格になったって言うんですよ。でやっぱりさ、今の話ってどうですか？5秒の悔しさがその人の成長につながってるじゃないですか。これっていっぱいあると思うんですよ。こんなこと皆さんもあると思うんです。仕事やってて辛いなとか嫌だなとかありますよね。そういうことって今の5秒の成長と同じで、やっぱり厳しさとか辛さっていうのはね、やっぱ成長には必要なんじゃないかなと思うんですよ。どうでしょう？僕なんかね美容師やってるでしょ。お客さんでね、もう先生ファンだからもう好きなようにしてくださいみたいな、今日髪型どうするって、いやもうお任せしますみたいなお客さんいますよね。その人たちってねすごくやりやすいんですよ。でもね全然自分の成長になってないんですよ。逆でね、なんとねめちゃくちゃ言う人いるんですよ。こここうしてあそここうしてここもこうしてとか言うんですよ。もうムカつくでしょ。だけど一生懸命頑張るわけですよ。そしたらね、毎回その人が来た時ちょっと嫌な気分になったりもするんやけど、やっぱり自分の成長につながってるんですよね。だからやっぱり人っていうのはいい時は意外と成長してなくてっていうか、全然自分は変わらずに時間だけ費やしてて、結局辛い時とかうまくいかない時、そういう時にやっぱ成長ってしてるんじゃないでしょうか。皆さんどうです？これ僕ね、そういう人にアドバイスしてあげたらいいと思うんですよ。ちなみに僕なんかもいっぱい嫌なことあります。若い時ね、美容師さんってねコンテストに出るんですよ。コンテストに出たら審査員の人が投票してくれて、優勝準優勝とかチャンピオンとかできるんですね。僕10何回出てね1回も入賞したことないんですよ。でもそのたんびにね悔しくて僕気が強いんで、今回の審査員がダメなんじゃないかぐらい、自分が入らなかったらその審査員が悪いんじゃないかっていうぐらい、でも嫌だったんですよね。悔しかったんですよ。そしたらどんどんのめり込んでいきますね。やっぱもっと絶対次入賞してやろうってなるから、結局人生にやっぱ厳しさが必要なんじゃないかという話をしたかったんですよ。これを周りの人に伝えてあげたらいいと思うんですよ。でまたそういう判断をしないといけない時、辛さがあるようなことを選んであげることも教育に入るのかもわかんないですね。逆にいいよ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 って普通に成長した人っていうのは薄っぺらいっていうかさ、そういう感じになってくるんじゃないですかね。僕自分の人生でも思いにいかなかった時がやっぱ一番頑張ってましたもんね、今考えると。例えば、スタッフの人がなんかたくさん辞めたりした時、もうへこんで辛くて、
どうしようかなと思ったけど、その時一生懸命考えますもんね。なぜ辞めたんだろうか、どうしたら辞めなくなるんだろうかとか考えるじゃないですか。だからやっぱ人生には厳しさとか辛さっていうのは絶対必要なんですよ。やっぱり僕の知ってる人で成功してる人って失敗が多い人多いって言いますもんね。失敗が自分を育ててくれたっていう人もいるぐらいだし、どうかすると失敗に未来があるっていう言葉があるぐらいなんですね。だから皆さん人生でいいことばっかりじゃないので、例えば僕のこの薬チャンネル見てくださってる人は自分がうまくいかないなと思ったら思い出してほしいんですよ。あ、これ成長の糧なんだな、未来のかけらなんだなと思って頑張れたらすごくいい自分になれるっていうかな。トントン拍子に行ってる方が怖いっていうかね。やっぱり僕美容室をやりだして40年になるんですけども、この40年で見てやっぱり調子が悪い時とか辛さがあった時の方がやっぱ成長してます、今考えたらね。だから皆さんもそういうふうに受け止めるといいのかも。それとかこの頃優しさと甘さが一緒になってしまって、優しい人っているじゃないですか。その人は人を育たないって言いますよね。それも同じですよね。やっぱり優しさっていうのは時には厳しく言って後でちゃんとフォローしてあげて、これは優しさじゃない。甘いっていうのはまあいっかまあいっか、もう、適当でいいや、合格合格っていう風になってくるといけないと思うんですよね。今僕たち美容業界、皆さんの業界もそうかもしれないけども、人を育てるのを早くしていって早く生産性を上げていこうとすると今の悪い方ですよね、甘い方になってくるんで点数が低いっていうことですね。それでクリアになってきた人ってのはやっぱり薄っぺらいというか技術力がないですよね。だからぜひやっぱ教育にやっぱ厳しさがちゃんとある、そういう組織を作っていかないと人材育成もできないんじゃないかと思うし、まあ自分の子供のもう僕はもう子供は40過ぎてるんでもう遅いですけど、子供の教育もやっぱり優しいばっかりじゃ甘いってことになってしまいますもんね。だからやっぱりその子のことを思ったらぐっと抑えてちょっときつい辛い思いをさせてあげないといけないんじゃないかなというふうに伝える方も受け止める方もそう思って頑張れたらいいんじゃないかということで、僕意外と優しすぎる方なんで僕も頑張って厳しさも交えて頑張るんで皆さんも頑張りましょう。じゃあまた会いましょう。さよなら。